ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？今日はね、スター・ウォーズのアコライト主演のアマンドラ・ステンバーグが突然インスタグラムアカウントを削除した話題についてよ。現在、ハリウッドで大きな波紋を呼んでいるこの出来事、実はとても興味深い背景があるの。インスタグラム削除したんや。それ、何かやらかしたっちゅうことと？そう簡単な話じゃないのよ。実はね、この削除のタイミングがとても意味深なの。以前、このチャンネルでも取り上げたんだけど、アコライトの制作者、レスリー・ヘッドランドが番組の批評家をファシストと人種差別主義者と呼んで論争を再燃させたわずか数日後に起きたことなのよ。ファシストって、めっちゃ強い言葉使うやん。そんなこと言うたら、そりゃ炎上するやろ。その通りなの。でもね、ここで重要なのは、アマンドラ・ステンバーグ自身も番組への反発が起きた時、最も積極的にファンへの攻撃を開始したプラットフォームがインスタグラムだったということなのよ。つまり、自分も散々インスタで暴れとったっちゅうことね。で、今度は逃げたと。アカウントの削除の仕方も不自然だったのよ。声明文も別れの投稿もなく、以前認証されていたアカウントの痕跡も見当たらなかったの。プロフィールが非公開になったわけでもなく、単に消えてしまったのよ。それ、何か隠しとるっちゅうことやない？普通、有名人がアカウント消すときは一言あるやろ？そうなのよ。だから、ファンたちは、これが世間の注目から意図的に身を引いたのか、それともディズニープラスで配信中止となったスター・ウォーズシリーズに対する新たな批判的な報道への反応なのか、疑問を抱いているの。ちょい待って。ディズニープラスで配信中止になったん？それ、めっちゃ大事な情報やん。そうなの。アコライトは結局打ち切りになってしまったのよ。でもね、番組が放送されている間、アマンドラ・ステンバーグはオンラインで非常に活発に活動していたの。頻繁に投稿し、批判に直接反応していたのよ。批判に直接反応って、芸能人としてはやばくない？普通、事務所とかが止めるやろ？それがね、彼女は止まらなかったの。反発が最高潮に達した時には、悪名高いレイジ・トゥワークのディストラック動画まで公開したのよ。ディストラック？ラップバトルみたいなやつ？まさか批判してきたファンに向けて曲作ったんか？まさにその通りなの。彼女の活動により、ディズニーが好むと好まざるとに関わらず、彼女のインスタグラムは番組に関する話題の常連となっていたのよ。ディズニーとしては頭痛いやろうな。自分とこの作品の主演が勝手に暴れとるんやけん。そうなのよ。だからこそ、アカウントが完全に消えてしまったことをファンが知った時の反応は控えめなものではなかったの。Google の AI 検索は現在、ユーザーを Not Amandla というラベルのついたファン運営のページにリダイレクトしているのよ。Not Amandla って、ファンが作った代わりのページってこと？それ、もう完全にアンチページやん。この突然のアカウント削除をめぐる混乱を如実に物語っているわよね。削除がいつ行われたかの記録もなく、別れの投稿もアーカイブされておらず、アマンドラ・ステンバーグのチームからの公式コメントもないの。完全に計画的な逃亡やん。でも、さっき言うとったレスリー・ヘッドランドの発言ってどんなんやったん？レスリー・ヘッドランドはね、ハーベイ・ワインスタインという元映画プロデューサーの元秘書だったという経歴を持つ人物なんだけど、最近のコメントで番組の失敗はストーリー展開の失敗ではなく偏見に根ざしていると改めて主張したのよ。ストーリーが悪かったんを認めんと全部視聴者のせいにしとるんか？それめっちゃ問題やろ。彼女はね、アコライトを徹底的に攻撃したスター・ウォーズのオンラインコメントコミュニティについて尊敬できる人もいる。そして完全にインチキセールスマンでただの日和見主義者だと思う人もいる。そしてもちろんファシストや人種差別主義者もいるってこう述べたの。視聴者をファシストって、それ完全に喧嘩売っとるやん。批判イコール人種差別って決めつけるんは乱暴すぎるやろ。そうなのよ。レスリー・ヘッドランドが再び注目を集めている今、しかもディズニーが喜ぶような理由ではない中で、アマンドラ・ステンバーグの沈黙は特に意味深長に感じられるの。彼女はこれまで公の議論を恐れたことがなかったのに、レスリー・ヘッドランドが再び議論を巻き起こしたまさにその瞬間に姿を消すという決断は、ファンにとってまさに注目すべきタイミングと言えるわよね。つまり、レスリー・ヘッドランドがまた燃料投下した件、アマンドラ・ステンバーグは逃げたっちゅうことか。で、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。で、アマンドラ・ステンバーグって、もともとどんな感じで炎上しとったん？
アマンドラ・ステンバーグが番組をめぐる論争に巻き込まれたのは今回が初めてではないのよ。彼女は番組放送中、視聴者からの批判に公に反応していて、2024年8月にはアコライトの打ち切りはファンダム内の敵意が原因だと発言したの。またファンのせい？作品がつまらんかったっちゅう可能性は考えんのか？彼女はこう語っているの。もちろん私は自分の現実という泡の中で生きていますが、ご存じない方のために言っておきますが、番組が発表されて以来、私たちは激しい非難に直面してきました。まだ構想段階で誰も見たこともなかった頃ですってね。構想段階から非難って、それ、スター・ウォーズファンが期待しとった内容と違ったっちゅうことやろ？彼女はさらに続けて、その時から私たちに対する極端に保守的な偏見と悪意、偏見、憎悪、そして憎悪に満ちた言葉の猛威にさらされ始めたのです、と述べているのよ。保守的な偏見って、批判を全部政治的な問題にしとるやん。単純に作品の出来が悪かったっちゅう意見は無視しとるんやな。そうなの。こうした経緯を考えると、反発が起こった際に彼女が最も活発に活動していた公のプラットフォームであるインスタグラムページが失われたことは当然ながら憶測を呼ぶものなのよ。ネットの反応はどんな感じなん？ネットユーザーたちからは様々な反応が出ているわ。自分で炎上させておいて逃げるのはダサい。批判を全部差別扱いするのは問題。ディズニーが止めたんじゃないかといった声が多く見られるの。まあ、普通に考えてそうなるよな。自分で暴れといて形勢悪くなったら逃げるんやけん。一方でネットの誹謗中傷がひどかったのかもしれない。メンタルヘルスのために距離を置くのは正しい判断という擁護の声もあるけど、少数派なのよ。でも実際アコライトってどんくらいあかんかったん？視聴率は低迷し、批評家からの評価も賛否両論だったの。特にスター・ウォーズファンからは世界観を壊している、キャラクターが魅力的でないといった批判が相次いでいたのよ。つまり作品として失敗しとったっちゅうことやん。それを全部視聴者の差別のせいにするんは無理があるやろ。でもね、興味深いことにアマンドラ・ステンバーグのキャリア自体は依然として活発なのよ。ジーナ・プリンス・バイスウッド監督のオリシャ戦記、血と骨の子の映画化で主要な役を演じていて、現在はトラビス・ナイト監督のアニメ映画ワイルドウッドに出演中なの。へえ、仕事はちゃんとあるんやな。インスタ消したけど俳優としては続けるんか。そうなのよ。さらにゴルフゴッツにも出演予定で、彼女の職業的将来はたとえソーシャルメディア上の存在がそうでなかったとしても無傷であるように見えるの。でも今回の件でイメージはだいぶ悪なったやろうな。ハリウッドって評判大事やし。その通りよ。アマンドラ・ステンバーグがインスタグラムを削除したのがアコライトとスター・ウォーズファンダムを離れるためなのか、ヘッドランドの最近の発言後の新たな批判を避けるためなのか、あるいは単に平穏と静けさを取り戻すためなのかはともかく、そのタイミングを無視することはできないの。タイミングが完全に答え合わせしとるよな。ヘッドランドが炎上させた直後に消えるんやけん。ネット上の論争で特徴づけられるこの番組にとって、その論争の大半を引き起こしたプラットフォームから姿を消すことは、たとえそれが何を意味するのかを彼女がまだ語ることができなかったとしても、一つのメッセージとなるのよ。メッセージっちゅうか完全に白旗やろ。でもこれディズニー側はどう思っとるんやろな。ディズニーとしては頭が痛い問題よね。自社の作品の主演女優と制作者が視聴者を攻撃するような発言を繰り返していたんだもの。これ企業イメージにも関わる問題だわ。スター・ウォーズっちゅうブランドを傷つけとるよな。ファンは作品を愛しとるけん批判しとるのに、それを差別扱いされたら怒るに決まっとる。この件から学べることは SNS での発信には責任が伴うということよね。特に有名人や作品に関わる人は自分の発言が及ぼす影響を考える必要があるの。批判と差別は違うもんな。正当な批判まで差別扱いしたら本当の議論ができんくなる。そうなのよ。建設的な批判を受け入れることはクリエイターにとって成長の機会になるはずなのに、それをすべて偏見のせいにしてしまうのは残念だわ。でも本当に差別的なコメントもあったんやないん？もちろん一部には不適切なコメントもあったかもしれないわ。でもそれと作品への正当な批判を一緒くたにしてしまうのが問題なのよ。なるほどな。区別せなあかんっちゅうことか。ということで今日はスター・ウォーズ・アコライト主演のアマンドラ・ステンバーグがインスタグラムアカウントを突然削除した話題と、その背景にある番組の失敗と論争について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？
今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。